ラブラブラブあラブラブラブ、もしもし聞こえますか？シティボーイ、シティガール、シティママ、シティパパ、シティじいさん、並びにシティばあさんの皆さん、今日もまた YouTube での面白いひとときを楽しみましょう。皆さんのお相手をするのは私、ミシシッピスタジオ放送局のナビゲーター1号です。この番組では成功のアイデアソースとして様々な課題を取り上げて有効な問題解決に向けてのアイデアを紹介していきますので、よろしくお願いします。この放送はあなたを変えてしまうでしょう。それには聞く時の条件があります。できるだけ一人になって自分のことを考えられるところへ行き、そこでこの放送を聞いてほしいのです。よろしくお願いします。この放送は自分の課題に挑戦したい方、一歩踏み出したい方、ポジティブな考え方になりたい方に向けてお届けします。今回のお届けする課題は、最近のデジタルエコノミーの時代において私たちの役割、すなわち人間らしくこのデジタル社会で活躍する方法に向けての発想法を皆さんと考えていきたいと思います。私ね、最近思うんです。デジタルイノベーションが発達していく中で便利になった反面、人間的な感性が失われつつあるんじゃないかなと。例えば携帯などに表示される自動リコメンド機能、 AI が勝手に私の好みをおすすめする機能のことですね。あれは確かに便利でついつい見てしまいます。それももうエンドレスにで、あっという間に時間が過ぎてしまう。実はその情報は自分の関心事を表示する AI 機能なので、私にとってはとても楽しい時間になるのです。そしてその情報が今の現実となってしまうのです。それは実は違うのに、例えば自分の世界に引きこもっているような感じですかね。個人個人が様々にこのような自分だけの現実を信じてしまうと、実社会に出た時に違う現実を知って疲れてしまったり、恐怖になったり、自信が出なくなったりすることもあると思うのです。私もそんなことがよくあります。皆さんはいかがですか？そうすると関心事や次第にみんなと同じ関心事、例えば SNS のようなみんながいいねと思えるようなことだけに関心を持つようになり、いつの間にか AI 自動リコメンドも影響してか、みんなと同じようなことだけに関心を持ってしまっていることにも気づくのです。最近では形、機能、スタイルなど全てのものが同じようになり iPhone 化してしまっているという例えがよく話題に上がりますよね。なので人や物、あらゆるものが AI によってシンプルになり、同じようなものが安心ということが起きていると思うのです。そこで何か AI ではできない自分らしいこと、グローバルで新しい生き方、人間らしいことに挑戦するようなことを考えてしまうのです。それが困難な道だと分かっていても AI 時代だからこそ自分らしい考え方で挑戦したいと思うのです。でもふと困難に挑まなくてはいけない時、踏ん張る力が出なかったり、やりたくないなぁと逃げている自分がいることに気がつきます。逃げたい気持ちが強い時、本当に辛い時は逃げていいと思います。でもそこにモヤモヤした気持ちが残り、本当はやりきりたいのにと思うのであれば挑戦した方がいいと思いますが、ではどうやって挑戦すればいいのって思いますよね。そこでこの番組では古雑誌を参考書として問題解決をしていこうと思います。過去は私たちに正しさを教え、間違いを教えてくれる古いものは実は古いものではないんです。今までの歴史が語るように、過去の実際にあった経験や知識は今でも生きた情報として新しい発想を与えてくれるのです。歴史は変化しながらもその本質は繰り返されるとも言います。過去は未来という例えもあるくらいです。ヴィンテージ雑誌には斬新な言葉、時代を捉えた写真、コミカルでユニークな考えを表現したイラストが膨大にあります。それは偶然の出会いの宝庫です。素晴らしいアイデアの宝庫なのです。予期しない素晴らしい発見をするセレンドピティは創造性につながる大事な感覚。そんなセレンドピティをバンバン起こしてくれる古雑誌には現代にはない発想だったり、常識を覆す考え方、つまり非常識から学べる教訓がたくさんあります。過去は未来に正しさと間違いを教えてくれる、そんな宝の古雑誌、まさか捨ててませんよね。
これからこのような古いものはとても価値が上がるものとしてもっと貴重になるので大切にしていきたいですよね。そんな古雑誌を使い成功のアイデアソースとして皆さんにお届けしたいと思います。まずはこちらから。漫画を見るな漫画を描け Do it yourself。 見てください、この表紙。ポパイとミッキーとスーパーマンが合体したこの絵。名前はスーパーポップマウスです。なんだか強そうでしょ。この何とも言えない意志の強さとたくましい人間に僕らはなるんだと言っているかのようです。これを書いたのは湯村照彦さんです。そしてこの見出し、漫画を見るな漫画を描け。これは7人のイラストレーターがコミックに挑戦する号なんです。つまりやれ Do it yourself っていうことです。ではどうやって挑戦するか、すごくわかりやすい漫画がありましたのでこちらをご覧ください。俺はペイタ、佐藤健吉。漫画だけは堪忍してください。書けと言ったらバンバンパシッピシン、嫌だてめえわーどか書けーぐい書くんだいい。そこで目玉が飛び出します。この野郎。そして最後はボコボコに倒されます。子供の頃は漫画家になりたかった。でも現在は諦めました。漫画って本当に難しい。尊敬する手塚先生、千葉先生、お体にお気をつけて。カン漆黒のブラックでしたね。この漫画を描いたのはイラストレーターの佐藤健吉さんです。実際これが現実だとやってられませんが、意外と挑戦する時とかプレッシャーのある場面なんかは心にこれだけダメージが来ることってありますよね。でもここでポイントなのはこのド迫力な絵。めっちゃ楽しんでるんですよ。漫画は難しいって言いながらやってみてるんですよね。たった数ページですがとにかくやれと、やってみようと挑戦することは面白いことだと感じます。面白がることは挑戦し続けられる強い考え方につながるのではないでしょうか。漫画を見るな漫画を描けというこの雑誌のタイトルは Do it yourself、 自分自身でそれをしようというポジティブなメッセージが込められております。それでは Do it yourself、 逃げない強いメンタルで挑戦的に行動する3つのポイントをご紹介します。ポイント1、トライハード。1ページ目をご覧ください。今月の言葉。人間にとって一番大切なことはその人が何をしたかではなく、その人が何をするためにいかに努力したかにある。王様と私より、市川染五郎。先ほどの遊び心とは打って変わってすごく背筋の伸びるお言葉が掲載されていました。それも一番最初のページに。つまりこの言葉がこの雑誌のこの号のテーマということです。何をしたかではなく、何をするためにいかに努力したか。何をしたかという結果にこだわるのではなく、どんな目的を持ってそれに向けて挑戦したかが人間にとって一番大切ということなのではないでしょうか。例えば漫画の面白さって、海賊王に俺はなると決めて仲間を一人一人集めていく、強くなるために訓練をする、困難な敵と戦うみたいな、今まさにそれに向かっている瞬間が面白くないですか。その泥臭く努力している姿がかっこいい、このキャラ好きってなりませんか。つまりトライハードはそれをするためにいかに行動してきたかを大切にし、困難な課題を面白がることで挑戦的なメンタルを作ることができる大切なポイントなのではないでしょうか。ポイント2、ヒューマンエラー。それでもやっぱり結果って気にしちゃいますよね。特に失敗したらどうしようっていう不安はやっぱり考えちゃいますよね。私もそうやって考えて一歩踏み出せなかったりすることがあります。例えばここの表紙に密かに書かれたこの文章、雑誌だって文章だけじゃダメなんだとあります。とっても情熱的でエネルギーが伝わってきませんか。ここから感じられる、どんな時代でも革命を起こすぞという勢いは挑戦するエネルギーに変わりますよね。
今のままではダメだ、もっとこうしたい、こうなるぞという熱量があるから、探求心、冒険心、開拓者魂という目に見えない情熱がメラメラと湧き出てくるのではないでしょうか。思い出してください。さっきの漆黒のブラック漫画、失敗の連続ですよ。これからイノベーションがますます進む中で、よりネイチャーに戻っていく、より人間らしいヒューマニズムが求められると先端者たちが語っているのを耳にしました。ヒューマンエラーは人間らしい生き方の醍醐味ではないでしょうか。失敗も経験と捉え、また新たな一歩を踏み出す、そんな人間らしいヒューマンエラーを楽しむことが挑戦的なメンタルを作る大切なポイントなのではないでしょうか。ポイント3、新鮮な驚き。この雑誌はびっくりハウスということだけあって、読者の最近びっくりしたこと、ビックラゲーションがたくさん掲載されています。この時代はツイッターもないですから、他の人が何に興味関心があって何に心が動いたのか、とても新鮮だったでしょうね。その企画の意図が最初の文に書いてありました。ビックラゲーション。無気力な世相にもめげず、毎日君の神聖なる驚きが編集室に送られてくる。この文ならまだまだ日本も救われようぞ。今月は偏愛の精神にのっとり、ひたすら私的感情の赴くままに気に入ったものを二重印にして印し、トップに載せた。いろいろ反対意見もあろうが、私は強固な精神を持って断固独断に突っ走る。そして最後の部分、ありえそうもないことが次々起こる昨今、びっくりする感性が麻痺気味だが、こんな時だからこそ君のちっちゃなびっくりが大切なのだ。さあ日夜驚きの虫となり、編集室に報告せよ。これは君に課せられた任務なのだ。なかなか強烈ですよね。でもなぜか納得してしまいませんか？この言葉はまさに今の時代、そしてこれからの時代にとっても必要なポイントなのではないでしょうか。新鮮な驚きを感じるのは世の中を良くするということなんですね。それは好奇心から生まれてくるものだと思います。ちょっとした繊細な出来事にぐっと心が動く、そんな新鮮な驚きこそ挑戦的なメンタルを作る大事なポイントなのではないでしょうか。以上、挑戦的なメンタルを作る3つのポイントでした。改めてこの漫画を見るな、漫画を描けを見てください。なんだかやる気に満ち溢れてきませんか？今こそ行動する時です。好奇心を持って物事を捉え、エラーを楽しみ、困難に挑戦する。これぞ AI 時代で挑戦できる方法なのではないでしょうか。今日の放送はいかがでしたか？いい旅を始められそうですか？今回の制作は初めての試みで、成功のアイデアソースという放送をお届けしました。コメントにて感想をお待ちしております。最後まで聞き続けてくれた君に感謝します。そしてこの放送を制作するのに大きくインスピレーションを与えてくれた古雑誌に感謝します。この放送は1回限りのものではありません。君がある日、自分の持っているバックパックの中から取り出したスマホから突然ミシシッピスタジオが飛び込んでくるかもしれません。その時はまたぜひ聞いてください。この放送の目的は意識革命をすることです。自然について語り、愛について語ること、それが全てで、それしかありません。よろしく。次はミシシッピスタジオからお知らせです。今回紹介した古雑誌は感じる本屋 SPS ワンダーランドにあります。他にもアウトローな面白い雑誌がたくさん出会えるので、概要欄をチェックして覗いてみてください。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。あなたは成功する価値がある。ムービングオン。1号でした。バイバーイ。ラブラブラブ。こちらはミシシッピスタジオ放送局です。本日の放送はこれで終了します。次回はまた冒険の息抜き中に放送します。ラブラブ
ラブ。それでは皆さん、いい冒険を、いい旅を。ラブ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 。